皆さんこんにちは。先日 FS エキスポ2026が開催され、各社機体アドオンやデバイス類の最新情報が発表され、賑わいを見せていました。本格的なアドオンやデバイス類がこの先またリリース予定となっているので、今回はその中からいくつか取り上げて紹介していきたいと思います。今回発表されたデバイスの中では、パソコン版だけではなく PS5 やXbox 版にも対応しているものがあるので、こちらも注目していきたいと思います。それでは本日も早速やっていきましょう。ぜひごゆっくりとお楽しみください。まず最初はイニビルズです。空港シーナリーから A350 をはじめ、機体アドオンも幅広く展開しているイニビルズですが、この先エアバス A380 のリリースを予定しています。この A380 は MSFS2024 がリリースされる前から開発されていて、先日トレーラーも公開され、細部までこだわり抜いた機体が紹介されました。機体外部も細かく再現されていて、エミレーツのリバリーには汚れやドアマーキングなども忠実に再現されるようです。コックピット内の EFB なども再設計されたようで、A350 とはまた少し変わった見た目です。重量バランスや外部のアプリケーション、SIM ブリーフやナビグラフのツールも含まれます。またエンジンの方はエンジンアライアンスとロールスロイストレント900が用意される予定ということです。さらにイニビルズ製の複数のパッセンジャーボーディングブリッジの接続機能が出てくるということで、先日も X などでも話題となっていました。MSFS の標準ではボーディングブリッジは現在1本しか付けられないんですが、2本付けるのにはイニビルズが初めてとなりそうです。現時点ではまだ値段の情報などは入っていません。こちらも今後の情報にも注目していきたいと思います。続いてはですね、ベクターのボーイング787について見ていきましょう。こちらも現在とても注目されているアドオンで、デフォルトの787を必要としない完全に独立した787ということで、内部のシステムから機体モデルまで一から作られたアドオンとなります。現在も当初の発表の通り2026年末までにリリース予定は変わらずで、今回は価格の発表は未発表でした。このベクターの開発チームはとても力を入れていて、システム関連や SIM ブリーフやナビグラフなどこちらも連携しています。またキャビンの窓のギミックなども再現予定ということで、このように調光が可能なキャビンの窓が再現される予定ということです。システム関連では700ページ以上のチェックリストとメンテナンスもあり、さらに機体のバリエーションは787-9以外にもダッシュ8、ダッシュ10が2026年末までにリリースを予定しているということです。かなりこだわりを感じたのが、実際のボーイング787の機内でスイッチのクリック音やアラートからシステム音、エンジン音まで直接録音しているということです。このベクターの787もかなり本格的な機体アドオンとなりそうで、世界中のユーザーから注目が集まっています。こちらの方もまた最新情報などがあれば X などでも更新していきたいと思います。続いてはデバイス関連です。まずはスラストマスターですが、これまでもエアバスタイプの製品やボーイングヨークなども発売されてきたメーカーですが、今回スラストマスターから発表されたのが TCA スカイヨークというヨークタイプのデバイスとなります。スラストマスターでは初のプッシュプル EFB ヨークということです。また Xbox、PS5 版にも対応するようで、パソコン版以外では初のヨークタイプのデバイスとなりそうです。現在分かっていることが、値段が$199で予定されているようで、2026年の第3四半期を目標にリリースを予定しているようです。リリースされれば PS5 ユーザーや Xbox ユーザーもさらにフライトが楽しめると思います。続いては以前レビューしたモザの新製品です。モザはここ最近ではフライトシムのデバイスに力を入れていて、
1つ目は MGX1000 ケーキパネルを発表しました。ガーミン G1000 のフライトパネルとして次世代コックピットシステムでディスプレイ関連のデバイスとしてより没入感を高めてくれそうです。2つ目は Airbus の MA3F EFCM です。他社メーカーでもいくつかリリースされていますが、モザではさらにリアルな押し心地と質感を重視した Airbus の FCU モデルとなっているようです。こちらに合わせてさらにボーイング用の CDU、MB7F FCDU と Airbus 用の MA3F がリリース予定となっていて、どちらも素材がアルミニウム合金や ABS などを採用し、こちらもスイッチ類の押し心地やディスプレイなどの見やすさなど高精細で反映されるよう設計されているということです。さらに戦闘機軍用向けのデバイスとして FMP18 が発表されました。戦闘機の F18 のスタイルとして多機能ディスプレイを再現したデバイスです。これもまたホームコックピットとしてリアリティあふれるデバイスとなりそうです。モザはフライトシムデバイスとして今後もさらに様々な製品を出してくると思うので、こちらも非常に注目のメーカーとなっています。こちらのモザの製品も2026年の第3四半期を目安でリリース予定となっているようです。さらに他のメーカーも見ていきましょう。続いてはウィングフレックスです。存続の777の CDU やAirbus A320 FCU やオーバーヘッドパネルなどもこれまでに多数リリースされているメーカーです。今回も多めの新製品が発表されています。2026年の残りのリリース予定としては、9月に発売予定の Airbus モデルの着陸装置パネル GMP が$189、さらに12月に DP320 Airbus パネルディスプレイも$199で発売予定です。こちらは 12.3 インチのディスプレイとなっているようで、ホームコックピット用としてはちょうどいいサイズ感となりそうです。他に気になったのが、ボーイング777の BN777MCP です。これまでにもウィングフレックスでは777の CDU がリリースされていて、このタイプの MCP は最近のメーカーの中ではいち早い開発となったようです。写真だと EFIS も込みになっているようで、値段の方は$199でリリース予定ということです。さらに Airbus 関連で大きめな発表となったのが、Airbus スロットルのスタンダードシリーズや、もう一つがプロシリーズといったリアリティあふれる製品が紹介されました。スタンダードタイプでも実機サイズと同じフルスケールとなっているようです。一方のプロシリーズではトリムホイールも自動で動く設計となっていることで、Airbus 機のスロットルをより忠実に再現しているということです。スタンダードの方のリリース予定は2027年の5月、プロが2027年10月予定となっているようで、価格の方はまだ先になるようです。ウィングフレックスの今回の発表で、Airbus ファンにはかなりたまらないものになりそうです。今回アドオンやデバイス類を取り上げてきましたが、皆さんは気になる製品はあったでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。日々新しいアドオンやハードウェアデバイスが開発され、フライトシムがリアルな環境で楽しむことができます。また各社情報などがあれば YouTube や X で取り上げていくので、ぜひチャンネル登録とフォローをお待ちしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。